はい、始まりました。今回はホラー動画です。ホラーのオープニングつきましたからね。これはもう紛れもないホラー動画。感謝の、1500人登録ということで、はい、1500人記念では別にないんですけども、1500人記念と題してもいいぐらいの、なんとパワフォルスが、高評価80いきまして、随分時間がかかってなんか気づいたら80いってたと言ってたんで、なんとリスト公開という公約がございまして、公約がございましたんで、これが僕のパワフォルスのリスト公開されます。この動画と同時に、なんと世界一のパワフォルス使いだと自称していられる。でも俺以外やってないですよ。多分こいつねガチで組んでますからね。これなんとクリーチャーが41体もいるっていうね。びっくりしましたね。クリーチャーがこれ呪文みたいなもんだからね。ある意味ね。そうなんですよ。5マナ域に出せるマナファクトとかインスタントソーサリーのと土地以外は全部クリーチャーです。でチップでなんとかするっていうチップか死亡誘発で、一応公開しましたんで、この結構でも安く組めるはずなんですよね。安くはないけどね、そりゃね。まあただ確かにいわゆるちゃんとしたデッキとしては、当然これクリーチャーが多いんで、そうですね。クリーチャーが安いんですよ。安いです。赤のパッティなんか絶対安いですから。パワフォルス専用のクリーチャーみたいなやついっぱい入ってるんで、そうなんですよ。それが限りなく安いんですよ。そうなんですよ。そもそもパワフォルス安いし。安いし。高いカードは一応フォーチュンと、デュエルロータスと、石の分母、ハトバー、でもそんくらいかな。でもまあ変更はたきとか、ポイントも結構高いですよ。エンシェントカッパも一応高いんですけど、まあまあしますけど、でもそんなもんですよ。そんなもんですよ。本当にね、そんな高いカードは前提だ。もう変えてもいいじゃないですか、そんなの。しかもね、だってほぼ専用カードだらけだからね。そうですね。まあ一応最近ジェスカの石がちょっと高めになってきてますけど、まあないですよ本当に。変えていただいてオリジナルで組んでいただければ同じようなデッキ作れますんで、まあそれでも7、8ぐらいで全然戦えますんで、これをリスト公開しましたんで、ぜひやっていただけると。パワフォルス今日布教してると。布教してます。略して青パホ教っていう青パホ教。なんだそら。聖堂家。なるほどね。パワフォルスって言ったら火事の神の方だと普通の人は。そうです。一回なんかあれですよね、青パホの人ですよねって言われたこと一回あります。あ、そうなんだ。なるほど。そんな略し方するのか。区別するために。で一応、今回は何をするかと言いますと、感謝の一人回し見たいですか？1万回ぐらいやりますか？1万回ぐらい。いやー、プレイテスト、これね、みんなプレイテストできるんで、好きなようにプレイテストやってくれればいいんですけど、まずこれキープできます？厳しくないですか？いや、これね、変化の風がある。変化の風あるじゃんと思って今、俺が思ったのは。でも変化の風キープっていうのは、もうガチだったらありですね、正直。どうなるかわからんけど。どうなるかわかんないけど、一旦目これ変化の風打てるんですよ。で、ランドセット来るはずなんで、つまずかなきゃいいけどみたいな。一応、これ、マリガンします。マリガンするんですけど、一応変化の風打ったとしたら同じなんで、一応マリガンしますけど、リスタートでいいのかな、これ。一応枚数減るけどね。いや、フリーマリガンなんで、1枚減りますね。1枚減るのか。変打ったら。もしこれが来てなかったとして、そうするとこの手札なんで、まあまあいいんで、あと土地が1枚。1なんだよな。でもこれ次土地引けるんで、で、2で出せるんで、変化の方打ってもよかったと。で、今のはフリーマリガンでマリガンしたんで、この手はキープできるんで、この手キープで、まずドローします。土地セット、これは、多分出します。先出ししないとリスケンとかに引っかかっちゃうんで。で、次のターン、ネクストターンですかね。
ネクストターンでランドセットで2ターン目出します、まあ、それ以外ありえない、それ以外ありえないで青花1人立ててたら怖いですねでもね大体結構通ります、正直95% は通るんで、本当に今日の歌持ってるよっていう空気感じたらどうしますいやちょっと怖えそれでも行くしかないですよ。行くしかない。ガチ着だったら行くしかないです。ガチ着だったらですよ。ガチ着だったら逆に打ち消してこない可能性あるんで、で次はネクストターンかなでこの今次3マナ域じゃないですか。これは迷わず好きですね。そりゃそうですよね。そりゃそうです。迷わず好きですね。大丈夫、石からじゃなくていいですか？石からじゃなくて、石から行くか。何マナ出るかわかんないけど、5マナ6マナ出るかもしれない。いやこれめくるな、怖いな。めくるか。今でも土地出したターンなんですよ。そういうことね。そうなんですよ。土地出したターンだから、でも相手が手札をいやそうっすね。多分いや月からのが安牌で、でクリーチャーなんでこれ通るんですよ多分。でここでワンチャンもう勝ってる可能性もあります。はい。この時点で。ワンチャン勝ってる可能性もあってネクストターン一応引いちゃった、ごめんなさい。これイセックスさっきだから。ここからはまずこれですね、ジェスカの石で、4だとしましょうか。4で3枚めくる、2、3枚途中めくれなかった。いやこれはもう月が出てる状態なんで、で今4マナあるじゃないですか。もう出しちゃいますか。4、5、6、7なんですよ。出ししますか。互角か。これ多分精神石出して極悪素出し、これやばいっすよこれ。でこれはドラゴン魔導士は多分強されました。パンチだで極悪でパンチします。2倍です。まだいってないですね。で今全部寝てる状態でネクストターンでこれ月がこれ吹かれる潜在能力。まさかそっちできたか。いやこれでもいいっすよ。これあと1まで吹き荒れる潜在能力いくんで、これなんですかこれ。何これ。これなんか絵が違うから分かんない。これなんか絵が違うか分かんない。これサイカのドラゴンじゃないですか。サイカのドラゴンだな。これサイカのドラゴンなんだ。でここら辺でサイカのドラゴンスニークしますか。いいっすね。これね多分なんですけど。焼き払いますよ1人。焼き払いますね。これありなのが、まずラガバン。まずはこれ1マナはラガバン確定で、でこれで権限するんですよ。権限するじゃないですかここで。で権限したとこでエンドかな。殴ってエンド。月が出てるんで、多分もうここでほぼ勝ちですかね。で3マナ立ってるじゃないですか。で相手のエンド終了時に、こいつをサイカのドラゴンを出して、でターンが回ってきました。どっちがある。でってことは、これっすよね。これっすね。一応今もうこいつだけ生贄なんで、殴って1人盤面流せる状態で、これで多分権限してるから、殴り1人は盤面が一応吹き飛ぶ。1人ぐらいは死にそうだ。そうですね。多分これでもう1人は抜き荒れてしまってで動かないと。一応1回打ち消し打てる。一応多分勝ってますよね。勝てそう。今勝てそうな回り方はしましたよね。多分ね。多分ですけど、でしかもこっちは弾補填できるんですよ。そうね。結構いい回り方しましたね今。結構いい回りだった。割とね妨害されるポイントないんすよねこのデッキ。ないんですよ今防げたかっていうと今の動きを。せいぜいジェスカの石なんだけど、ジェスカの石のところを止めるのもなかなか判断できないしね。
ですか石を、まあ、月のところで、まあ、そもそも一回月止めとりゃっていうのはまああるけど、そこもね、しかもこれ強いのが月がクリーチャーだっていう、そうなのよね、クリーチャーの方の月はなかなか止めづらいですよね、まあね、まあ一応健康的な、まあさすがに状況があったら飛んでくるだろうから、そうですね、そうですね、してるんだろうけど、まあ、月が通んなかったとしてもうまく回ってますよね、相手の妨害がそこに飛んできてる、そうまあ剥がされ1枚は剥がされてるしだろうし、まあ山にはなってないから、まあ打てるものは打ってくるかもしれないけど、他のやつのアクションに対してね、まあでもこうクリーチャーのところはどうしたって除去する以外の多分対応ないだろうから、そうですよね、まあ PR 潜在能力がそれだと通るかどうかって言われると通らんとは思うけども、まあそうですね、まあ一応月が出てればその打ち消しも構えられない可能性もかなりきついので、吹き荒れる潜在能力、まあ吹き荒れる潜在能力通ったらもうほぼ勝ちなんで、そうですね、もう月と吹き荒れる潜在能力がかなり強いですよね、組み合わせとして、このように一応変更あたりが1枚あるんで、1回防げるじゃないですか、1回はね。で全力でここを潰しに来るかっていうと、そういう試合にはあんまりならないですよね、 C だと。でもこれ止めないと負けるからね止めないと負けますからねだから今この状態で手を出3枚じゃないですか、でこの手を出捨てるとドローっていうのが、これ手を出捨てるとドローなんですよ、手を出捨てて2枚ドローかな、なんですけど、系のカードって結構増えてくるんで、これ新しい意外とまだエルドレインの森じゃないですか、だからまあ結構手を出捨てるドローっていうのは増える可能性あるんですよね。あとね、フォーチュンもね、意外とね、これね、まあこれどこだったか忘れたんですけど、結構古いね。結構古いんですけど、バルダーズゲートくらいかな、だったと思うんですけど、まあ結構フォーチュンもね、まあありえるっちゃありえる。まあ結構ね、取り回し悪いやつが多いんですよ。もうなんかパワフルスタートうまく使えちゃうみたいな。そうなんですよ。なぜなら速攻つけてくれるから。速攻つけてくれるんでね。でしかも勝手に死んでくれるから。和の大魔術師、みたいなので、普通に3マナでスニークして、2マナで起動して、どうやって防ぐんだそもそもフォーチュンみたいな。防げない。防げない。防げない。フォーチュン防げないフォーチュンがあるから、まあ、結構いいですかね。もう一回ぐらいそういう回しますか？いいですか？もう十分お見せできましたかね。こんな感じで。もっと見せたいぜっていうならいいんですけどですね、無理にはお止めしませんが。まあいいですかね。十分です。あとは各おのおの方一人で回していただいて、だいたいこんな感じで回るんだよっていうのを見ていただければ、ちょっとやってみようかなって多分なると思いますんで、ちょっと楽しそうな、だいぶねおすすめポイントとしましては、コンバットの把握能力がめっちゃ鍛えられます。そう、コンバットを鍛えたいっていう人は、これだってそんな考えててちょっと遅いですよって言われるぐらい考えないと分かんないぐらいコンバットが難しいんですけど、でもやっぱりすぐ答えなきゃいけないじゃないですか。それがすぐ答えられるようになる脳が結構鍛えられるんで、おすすめになりますかね。脳トレとして。何ですか？脳トレとして。あとリオさんがおっしゃるにはボケ防止につながるそうでございます。何ですボケ防止につながると。結構そう結構ねボケてくるから。リオさんもそろそろやばいボケ始めてるかもしれない。いやもうだいぶボケてますよ僕。まああとは一応報告がありまして、今うち2500人を目指してるんですけど、2500人目指してまして、そう2500人いったらどうしようかなと思ってまして。ああ、なるほど。はい、2500人いったらなんか総集編みたいなのやろうかなと思って振り返る同じセリフが何回も出てくると。いや違うヘルカステルも最強だみたいなもう何回も出てくると。確かにずっと同じこと言ってる俺。いやなんかまあわかんないですけど、僕が今までやってきた中で、どうしてもおすすめの登場者3体みたいなのやつを起源として
やりたいと思いますんで、はいはい、それを2500人目指して頑張っていきますんで、はい、チャンネル登録をお願いします。お願いします。じゃあ今回の動画は以上になります。おしまい。